は白菜コールスローを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、白菜コールスローを作っていきたいと思います。通常ね、コールスローはキャベツを使って作るんですが、今回は今が旬の野菜、白菜をたっぷり入れて仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、人参、コーンの缶詰、ベーコン、こちらの材料を使って作っていきます。まず白菜ですね。今この状態で約 500g になります。こちらは目安にしてみてください。だいたい400から 500g ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そしてその他の具材は人参、コーン、ベーコン、こちらの3種類入れていきます。ベーコンに関しましてはこちらはお好みでハムで代用していただいても大丈夫です。ベーコンにしていただくと香ばしさが加わって美味しい仕上がりになります。それでは続いて味付けの調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、お砂糖、塩、めんつゆ、鶏ガラスープの素、お酢、すりごま、おろし生姜、おろしにんにく、塩コショウ、こちらの材料で作っていきます。調味料の数はねちょっと多いんですけれども、どれも手軽に揃えられるもので作っていきます。めんつゆに関しましては今回2倍濃縮のものを使用します。めんつゆのね濃縮タイプはですねいろいろあると思いますので、こちらのめんつゆの量はお好みで調整してください。そして今回コールスローの中にニンニクと生姜を加えます。もしニンニクを控えたい場合はこちらは抜いていただいても OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、白菜から切っていきます。最初にこの根元を切り落としてください。そして一度ね、白菜を洗ってください。はい、で洗い終わったらですね、水分を拭き取ります。水分を拭き取ったら何枚か重ねてこちらを細切りにしていきます。できるだけね、細めに切ってください。柔らかい葉の部分はね、この根元部分よりはちょっと太めに切っていただいても OK です。はい、白菜はこのように切ってください。それでは残りも同じように切っていきます。切り終わったものに関してはボウルの中に入れておいてください。はい、ではね、水分を拭き取ってそしてまた切っていきます。白菜はこのように細切りにしてください。それでは続いて人参を切ります。人参はね、まず皮を剥きましょう。はい、で皮を剥いたら人参を薄切りにしていきます。薄切りにしたらあとはね、何枚か重ねて細切りにしてください。はい、人参はこれで OK です。そしたらですね、人参もこの白菜のボウルの中に入れてください。そしたらですね、ここに塩を振りかけます。あとここにね、お砂糖も加えます。そして全体になじませてください。ちょっとね、ボウルキツキツなんですが、できるだけ余裕のあるね、ボウルを使っていただくといいかなと思います。あるいはね、ジップ袋などを活用していただいても OK です。しっかりね、揉み込んでください。そうするとね、だんだんかさも減ってきます。はい、これでね、1分ほどしっかり揉み込んでください。そしたらこちらはですね、このまま10分ほど置きましょう。そうするとちょっと水分が出てきます。そうすることで白菜のえぐみを取ることができて、あとは味がなじみやすくなります。それではこのまま置いておきます。それではね、漬け込んでいる間にこちらベーコンを切っていきます。ベーコンはね、だいたい1センチ幅ぐらいで切りましょう。そしてちょっとね、パラつかせておいてください。こちらのベーコンはですね、一度炒めていきたいと思います。そうすることでとてもね、香ばしい仕上がりになります。ではフライパンを用意してください。この中にベーコンを入れます。フ
フライパンに入れたら火にかけましょう。火加減は中火です。ベーコンに軽く焼き色がつくまで炒めてください。このようにね、お箸で広げながら炒めましょう。ある程度広げたら動かさずに焼いてみてください。そうするとね、焼き色がつきやすくなります。ただこの時ね、ちょっとパチパチ跳ねてくるので、やけどしないように注意してください。ある程度ね、焼き色がついたらまた混ぜて、そしてまた焼き色をつけましょう。はい、OK です。火を止めます。このぐらいですね、焼き色をつけてみてください。そしたら一旦こちらはね、粗熱を取ります。はい、白菜もね、今10分経ちました。10分経つとこのようにね、水分が出てきます。こちらをね、しっかり絞りたいと思います。絞りが甘いと味がぼやけるので、きちんとしっかりめにね、絞ってください。では別のボウルを用意します。これをしっかりギューッと絞りましょう。はい、で絞ったらボウルの中に入れます。ではね、残りも同じようにしっかり絞っていきます。白菜と人参はこのようにしっかり絞ってください。それではね、あとは和えていくだけなので簡単です。ここにまずコーンですね。こちらはしっかり水分を切ってください。続いてこちら粗熱を取ったベーコンですね。そしてここにマヨネーズ、あとはめんつゆ、そしてお酢、鶏ガラスープの素、すりごま、そしておろし生姜と、あとはおろしにんにくを加えます。これでしっかり和えましょう。おろしにんにくとか生姜が塊にならないようにね、きちんとよく混ぜてください。はい、このようによく混ぜてください。あとはここに塩コショウをかけて味を整えます。和えましょう。はい、これで白菜コールスローの完成です。お好みで味を整えてみてください。はい、これで白菜コールスローの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後仕上げにですね、分量外ですが黒胡椒をかけてます。こちらはお好みでかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。白菜がシャキシャキです。すごく美味しいです。そしてこのベーコンの香ばしさと味付けのバランスが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜コールスローのポイントです。まず白菜なんですが、水洗いをしてしっかり水分を拭き取って、その後細切りにしてください。だいたい 5mm 弱ぐらいの幅で切ってみてください。タッパの部分はね、5mm よりちょっと太めでも大丈夫です。そしてその後ですね、細切りしたら白菜は塩とお砂糖で揉み込んでください。塩だけで揉み込んでしまうとちょっと塩味が強くなってしまいますので、お砂糖も一緒に加えてしっかり揉み込んでください。そうすると白菜から水分が出てえぐみを取ることができます。こちらはだいたい10分ぐらい置いておいてください。そして白菜を置いている間にベーコンを今回は焼いてます。こちらですね、ベーコンがない場合はハムで代用していただいても OK です。ベーコンを使っていただくと香ばしさも加わって美味しい仕上がりになります。ぜひね、ベーコンを入れて作ってみてください。こちらのベーコンはですね、炒めて焼き色がついたら取り出して粗熱を取っておきましょう。そして最後ですね、調味料と合わせる時なんですが、白菜と人参の水分をしっかり絞ってから和えるようにしてください。ここで絞りが足りないと水っぽくなってしまって味がぼやけてしまいますので注意してください。あとはですね、最後に塩コショウをかけてお好みでね、味の濃さは調整してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は白菜コールスローを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。